この料理何でしょう？外側がナスっていうのは多分すぐわかりますよね。でも巻かれている中身は一体？正体はコーカサス地方の国ジョージアの定番料理、バドリジャーニ・ニグヴィジットという前菜です。バドリジャーニはナス、ニグヴィジットはくるみ入りのという意味。現地の飲食店で英語メニューがあるところだと、エッグプラント&オーナッツと書かれています。そう、中に巻かれているペーストの正体はくるみです。これがめちゃくちゃ美味しい。以前ジョージアに滞在した時、私はこの料理にすっかり魅了されてしまい、外食の時はほぼ毎回頼んでいたほどです。くるみペーストはスパイスで風味付けされていて、口に含むと何とも言葉にしがたい多幸感に包まれるんです。ジョージアではこの料理はどこでも見かけます。旅行者向けのレストランでも街角の食堂でも。ハチャプリやヒンカリほど有名ではありませんが、現地では超定番なんです。ここしばらく夫が働いているスコットランドに滞在中の私ですが、ふとした時にこの料理のことを思い出したら食べたい気持ちが止まらなくなってしまいました。で、思ったのです。ナスもくるみも手に入るし、スパイスさえうまくごまかせば作れるんじゃないと。ということで、スコットランドで日本人が再現するジョージア料理、バドリジャーニ・ニグヴィジット。果たして美味しくできるのでしょうか？まずはナスを切るところからスタートです。縦に薄く切っていきます。厚さはだいたい3ミリから5ミリくらい。厚すぎると巻きにくく、薄すぎると焼いた時に破れやすいので、少しだけ注意が必要です。言うのは簡単だけど結構難しいです。ナスはジョージアにもともとある野菜ではないんだそうです。起源ははっきり分かっていませんが、アジア地域で非常に古くから栽培されていたものが西へ広まり、ペルシャ語ではバーディンガーン、アラビア語ではバージンジャーンと呼ばれるようになりました。ジョージア語のバドリジャーニとちょっと似ていませんか？周辺地域との交流の中で、ナスもジョージア料理に定着していったのかもしれません。薄く切ったナスには少量の油を塗ります。本場のレシピの中にはたっぷりの油で揚げ焼きにする方法も見られます。ナスは油をかなり吸うので、万年ダイエッターの私には揚げ焼きはちょっと怖い。少し軽く仕上げるためオーブンで焼いてみます。油を薄く塗り、片面15分ぐらいずつ焼きます。天板の面積が足りなかったので、揚げ焼きではないですが、フライパンでも焼いてみました。フライパンで焼く場合は両面が柔らかくなり、少し焼き色がつくまで焼きます。巻いた時に割れないくらいしんなりさせるのがポイントです。フライパンのナスが柔らかくなってきました。取り出して冷ましておきます。オーブンで焼いたものと比べるとこんな感じ。フライパンの方、油の多さが否めないですね。ナスが冷めるまでの間にこの料理の主役、くるみペーストを作っていきます。くるみは細かく砕いて使います。フードプロセッサーがあれば楽なのですが、我が家にはないのでジップロックとコップの底で頑張りました。マドリジャーニ・ニグヴィジットはナスが主役のように見えますが、味の中心を作っているのはくるみペーストの方。くるみはジョージア料理に頻繁に登場する食材です。日本生まれ日本育ちの私にはくるみを料理に使う発想がなかったので、ちょっと新鮮です。くるみはジョージアの多くの地域で育つため、とても身近な存在なのだそうです。
また保存がしやすい上、少量でもコクが出せるため、料理に濃厚さと食べ応えを与えられます。こういった使いやすさから、くるみはジョージア料理にとって重要な食材になったみたいです。バドリジャーニーニグビジットの他にも、くるみを使ったジョージア料理はたくさんあります。例えばプハリ、ほうれん草やビーツ、インゲンなどの野菜を細かくし、くるみとスパイスを混ぜた冷たい前菜です。サツィビ、鶏肉や七面鳥をスパイス入りの濃厚なくるみソースで食べる料理です。食事だけでなくお菓子にも使われます。チュルチヘラは糸に通したナッツを濃く煮詰めたブドウ果汁で包み乾燥させたお菓子です。いろんな種類のナッツが使われますが、くるみはもちろん代表格。前菜にも肉料理にもお菓子にも、くるみがジョージア料理を幅広く支えているんですね。くるみは本当はもっと滑らかなペースト状なんですが、我が家の機材ではこれが限界。次に進みます。ニンニクとスパイスを加え混ぜます。本場で使うスパイスはコリアンダーとパプリカ、ブルーフェヌグリーク。ブルーフェヌグリークはジョージア料理の定番スパイスです。スコットランドでは入手困難。メープルシロップで代用できると聞いたのですが、それもうちにはありません。代わりになるかわかりませんが、クミンと蜂蜜を少しずつ入れてみました。そこに白ワインビネガーを加えるのですが、これもなかったので、代わりにレモン汁を少し。米酢みたいな白い酢があれば、その方が代用品として良さそうです。そして水を少しずつ加えていきます。水を一度に入れると柔らかくなりすぎるので、様子を見ながら少量ずつ加えるのがポイントです。目安は固めのツナサラダくらいでしょうか。最初は少し硬いかなというところで止めて、水分を調整する方が失敗しにくいと思います。こんな感じでくるみペーストができました。ナスも冷めたので、いよいよ包んでいきます。ペーストはナス1枚につき大さじ1弱くらいから試してみます。たっぷり入れたくなりますが、多すぎると巻いた時に横から出てきてしまいます。ナスの端まで薄く広げて手前からゆっくり巻きます。今回は俵型に巻きますが、ペタンと折って平たくする人もいます。どうでしょう？なかなかいい感じなのでは？最後にザクロを散らしますと言いたいところですが、ないのでパクチーで許してください。できました。ジョージアの超定番前菜、バドリジャニニグビジット。ザクロの赤が入ると華やかで綺麗なのですが、パクチーの緑もそう悪くないですよね。試しに冷やす前の作りたてを食べてみます。実のところ十分美味しいです。本場と比べてどうかというと、スパイスが違うのでもちろん全く同じではありません。でも再現度は思ったより高め。スパイスの風味とくるみの甘みがふわっと広がります。ブレンダーがなかったのでくるみのつぶつぶが残っていて食感も本場とは違います。でもこれはこれでいいかもしれません。ちょっと味が薄い印象ですが、冷蔵庫で冷やすとちょうど良くなったりするんでしょうか。ということでしばらく待ってみましょう。ところでこの料理、見た目も綺麗なので、スプラと呼ばれる宴会のテーブルにもよく並ぶ料理の一つなんです。スプラはもともとテーブルクロスや食卓を意味します。現在では料理を囲んで乾杯を重ねるジョージア式の宴会を指す言葉になっています。結婚式や誕生日、来客を迎える時など様々な場面で開かれるスプラ。肉料理やパン、野菜料理などがテーブルいっぱいに並びます。食べきれないほど料理を用意することがお客さんへの歓迎の気持ちを表すとも言われるそうです。この辺アジアっぽさがありますね。スプラって調べると独特で面白いんです。例えば進行役の玉田。スプラを仕切る重要なポジションです。飲み会の幹事さん的な役割かと思いきやちょっと違います。宴会の流れを見ながら次に何について乾杯するかを決め、
そのテーマに合わせたスピーチをするんだそうです。テーマは家族、友情、平和などその場にあったものを選びます。時には参加者へ話を振り、時には場を和ませ、全員が食卓の一員として楽しめるようにまとめます。話す力だけでなく、ユーモアや起点、周りへの気配りも求められる司会者と語り手を合わせたような存在です。そんなジョージアのスプラ文化の中で、このバトリジャニ・ニグヴィジットも長く親しまれてきました。冷たいまま食べられて見た目も華やか。前もって作っておけるのも便利ですし、スプラのテーブルにぴったりなんですね。冷蔵庫に入れて1時間ほど経過しました。さて、味は変わっているんでしょうか？なんとなくですが味がまとまっているような気がします。冷やす前に比べてくるみペーストの味が馴染んで全体が一つになった感じ。先ほど感じた味の薄さも軽減されているような。ただ違いはそこまで顕著ではないので個人的にはどっちでもいいかなという感じでした。この料理が食べたくて仕方なかった気持ちは十分満たされました。代わりにジョージアに行きたい欲求は高まってしまったんですけどね。ジョージアの前菜パトリジアニ・ニグヴィジット。材料はそれほど多くなく、日本の家庭でも比較的作りやすい料理だと思います。ぜひ試してみてください。もしジョージアに行く機会があれば、お店で本場のバトリジャニ・ニグヴィジットを味わってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。